そのストリートダンスを今までやってきて、このストリートダンスって僕の中ではやっぱり音楽に準ずるところがすごく大きくて、ダンスってね肉体表現なんで、そのダンスに適した体というか、やっぱりその普通の方のイメージって屈強な体が絶対必要で、もっと言うたらそういう引退の年齢とか、要はもう体が動かなくなってきたらちょっともうこれ以上踊れないみたいな、なんかそういうイメージとかもあると思うんですけども、僕の中のストリートダンスの好きなところってそういうものがないところだと思ってるんですよね。ストリートダンスって年を重ねたとしても、その時の体を使って自分がいかにその音楽をどう表現したいかみたいなことっていくつになってもできるなと思ってて、ダンスに適してる体って一体何なんだろうみたいな、なんかそれって勝手に漠然となんかみんながこうであろうと思ってることがあると思うんですけども、なんかそうじゃなくても踊れるんじゃないダンスって。っていうかそもそも踊るってどういうことなのみたいな、なんかそんなところをなんか突き詰めて考えてみると、なんかもっともっとそのダンスの可能性が広がるんじゃないかなと思ってて、その人の持つありのままのその音楽表現みたいなことを追求していくことで、なんか今までと違ったそういうダンスのかっこよさだったりとか、素晴らしい部分だったり目を引く部分だったりとかっていうものが見えてくるんじゃないかなって、なんかそういうことを追求していくプロジェクトとして立ち上げたいなと思ってやったのがこのネイティブセンスアーツプロジェクトというものなんですね。これ5、6、もうこの感じ。2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、以上です。で、ここから1分。完全にインプやったら絶対体の下から出ていかないし、動きが毎回違うからね。毎回一緒やったらこのタイミングってこう、でもどうするんやろう。そこがめちゃくちゃ私心配ね。重要。誰かがその位置に連れて行ってあげて、でもう自分の踊る瞬間にはもう照明来るから、もう着いたらよっしゃーあくまでもラムちゃんがオープニングは私はめちゃくちゃかっこよくしてあげたいですね、本当に。健常者なり障害者なりという壁をぶち壊そうっていう、私たちはそういうことがすぐできるでしょ、さーっとさせてもらって、ね、その立っててパカッてできたりするんだけど、車椅子とその乗り換えるっていうことっていうのが常にしてはることなんで、そうじゃなくてこの舞台だからこそ、この人が箱に座っててサスをもらって曲が流れてサスからもらってっていうところが、私はそれをしたいので。なるほどなるほど、じゃあもうそれでいきましょう。そうはとか世界は低い人たちにとってそれが当たり前だけど、無になることで自分の立場になって考えることができる。ただ低いな人が音楽が世界をダンスを見てたらなんかわからへんけど、相馬の世界をね、体感するっていう。そうだね。どちらの世界も体験ができるっていう。だから今回もこの公演見に来た人たちが、なんかそんな風にやるんやとか、そういう楽しみ方もあるんやっていうことをたくさん知ってもらうことがすごく重要なことで、ダンサーってやっぱり少なからずとも何かしら、マイノリティな世界で戦ってきてる人たちが多いから、だから自分もある意味そういう思いをしてる人たちもやっぱり多いし、だから割とその考え方とかも、ナチュラルやったりとか受け入れる体制ができてる人が多いから、だからダンスの世界からそういうものがどんどん広がっていくっていうのが、すごくいいなと思ってて。私も最初、お話をもらった時に、どんな風に展開していくんだろうと思ってたんですけど、今日お話ししてなんとなく私の中にもイメージが膨らんでくるし、来てきましたし、でそれぞれのお話を聞いたりとか、やっぱり皆さんがとても愛情を持ってね、踊りに関してもそうですし、人にもね、すごい接する時の障害者であれ健常者であれダンスする仲間としてのその純粋なめちゃくちゃピュアな、シンプルでピュアな付き合いというか、先生と生徒を超えたもの
の中でこの作品が出来上がっていくんじゃないかなっていう感じもしますし、それが一つになってその気持ちがそのお客さんに伝えられるように私たちもいいものを作っていくように、頑張らなダメだなと思います。本当に吉田先生私からそうやったんですけど、障害者っていうもうその壁が私からなくて、本当にラブっていう一人の人間で、たまたま脳性麻痺っていう障害があって、ちょっと体が普通の生徒さんとは違うから教え方も工夫しようっていうそういう感覚だったんで、すごい今回の作品に関してももちろん吉田先生が振り付けてくださって構成も考えてくださった先生であり、私は生徒っていう立場なんですけど、生徒の方がねやっぱり意志も強い。先生と生徒っていう立場を超えて一人のダンサーとしての対等な感じがすごい私はこの作品大好きで、障害があってもなくても社会全体がこういう雰囲気になったら、もっと障害者っていう人も弱者と強者じゃなくて対等な人間としてぶつかり合える、そういう理想的な社会を今回作品に詰め込んだのかなと私は理解してるんです。このネイティブの作品の見どころは、たくさん話が僕と一平さんの踊るパートがあります。そのパートは音楽の世界を表した作品となってます。意味が聞こえにくい方や聞こえる方関係なく、たくさんの方々に音楽の素晴らしさを共有できるエンターテインメントをお届けいたしますので、最後まで舞台を楽しんでいただけたら嬉しいです。自分は障害があるんですけど、人生でなんかダンスを楽しんだ部分もあるので、なんかダンスを楽しんでいる姿を見てほしい。障害者も健常者も関係なく、なんか愛が溢れにじじったその舞台なので、なんか見てくれてる人をなんか楽しんでほしい。障害もなんていうんですか、健常者も関係なく、その問わずもう関係なく見てほしいっていう。僕たちのこの本当にネイティブなこう内側から出てくるものをぜひ感じに来ていただきたいと思いますので、なんかみんなそれぞれ極力フィルターを通さないでありのままでこうステージに上がってありのままでこう皆さんにお伝えしていこうかなと思ってますので、もうすっからかんで見てもらいたいです。変に色眼鏡かけずに特にこういう舞台なんだろうなっていうふうに思わずに何の印象も持たずに見てもらって、誰がどういう感想を持つかっていうのが楽しみです。僕らも多分こうだよとかこれを伝えたいんだよとか、そういうことは多分アピールしすぎない感じにはなると思うので、多分人によっても伝わり方が違うと思うので、どう伝わるのかを楽しみにしてます。
本当に今日はですね、皆様、もうナンバーの作品の方もですね、素晴らしい作品に仕上がっているのは僕も見てるんですけども、ありのままに皆さんのダンスを自由に表現していただいて、お客さんとその楽しさを、そして僕らでみんなでこの楽しさを共有できたらいいと思いますので、そんな感じの空気で、この金土日とやっていきたいと思うので、皆さんよろしくお願いします。はい、さあ、ついにネイティブ始まりました。皆さん、こんにちは。そしてですね、今ここに登場してくれているメンバーは、この後最高のショーを見せてくれるスペシャルな仲間でありメンバー、ネイティブセンスのみんなです。大きな拍手お願いします。そして本日手話通訳の方を担当してくれるカナさんです。拍手。流行っている千秋楽を迎えておりますが、変わらず、コンセプト通りありのままで、その時その時間しか感じられない空気感で、メンバーとそれから皆さんと一緒に共有できるように頑張りますのでよろしくお願いします。ここはフリーみたいなね、部分だとかそういうのもあるので、その瞬間何が出てくるのか、そうね、もうね、この3日間でここ仲良くなりすぎたんですよ。そうですね。そう。本当に。そんなことでいろんな意味で楽しみにしてます。どんどん間が深まりましたんでね。はい。今日もそんな空気感が出せればいいですね。いいですね。楽しみです。楽しみです。今のはどういう意味ですか？今すぐ早く楽しいダンスをしたい。おー、なるほど。ありのままにっていうのを皆さんはね、パンフレットとか、ね、フライヤーとか SNS とかで多分ご覧になったと思うんですけど、私の中でありのままにっていうので2つ感動があったんです。一つは横井さんのね、おっしゃるように年齢とか障害の有無を超えて、ダンスで表現できるんだっていうことが一つと、リハーサルを私、50年ほど前ですね、半世紀ほど前にたくさん公演に出させてもらって舞台に立たせてもらったことがあるんですけど、そこには演出家って方、今回で言えば横井さんみたいな方がいらっしゃって、僕はこうするように、この腕の角度はこの角度、どこから出てくるように、こんな風に絡むようにっていう風に演出家が全部こう決められるんですね。で、ある形のものが出来上がっていって、完璧なものが出来上がるんですけど、今回は本当にね、横井さんが塾を作られて、そこに私たちが肉付けをしていくという、それがその日によってとか、そのリハーサルによってとか、で、区切られた形じゃなくて、それが大きく広がっていったような素敵なものに出来上がったんです。で、これは私にとってすごい衝撃で、今まで言われるがままにやってればよかったんですけど、で、その感動が皆様に伝わって、その瞬間の感動じゃなくて、お家に帰られてしばらくしてもふつふつとどこにこう感動が残っているような舞台を最後なんですけども、皆さんみんなと一緒にナンバーも含めて、皆さん見ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ただ公演は僕になったり最後の公演となので、楽しい講師はもちろんありますが、やっぱりワクワクドキドキが大きいです。僕たちはいつも通り自分の持っているものを全部出して踊りましょう。皆さんがこの公演を見てどう感じてもらうかは自由です。なので最後まで楽しんでいってくれたらよろしいです。お願いします。誰もが障害者っていうのは好きでなったわけじゃなくて、仕方がなくて、障害っていうものを受け負って生きてるんですけれども、でも今皆様が健常者って言われる立場に多くの方がいらっしゃると思うんですけれども、でもいずれやっぱり人間死んでいく、その中で置いていくのは避けられないんで、今やっぱり医療とかが発達しててね、人生100年時代とか言われる。で、長生きなんて、で、長生きになるとやっぱり、その分、体が動かしにくかったり、何かこう、私が日頃抱えてるようなも
でもそうやった時でも命のある限り生きてる限り楽しいことをし続けていけるんだよっていうことをこのチームのみんなでそういうことを伝えていきたいいいなと思ってこのメンバーで約2ヶ月ぐらい一生懸命お稽古を重ねてまいりました。今日は私の全身全霊でありのままのネイティブを表現していきたいと思っておりますので、皆様最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。そう思いかける魔法のペンをもらったとしたら何気ない日常にあなたを The goddamn beatbox without what it just happens you gotta think the feel that's not rapいやいや、なんかもう寂しいですね。本当に寂しいですね。ちゃんと寂しい。ちゃんと寂しいですね。ほんまに。いやいや、でも本当にこれ05公演なので、引き続きちょっとまたこれからに向かっていくための、もうこの最初のまた一歩やと思って、この千秋楽をみんなで楽しめたらいいと思います。ね、本当に心の底から楽しみましょう。本当にもうそれが全てです。はい、それが伝えたいことなんで。本当に最後しっかり伝わるようにね、自分たちが一番楽しんでやりましょう。はい、でもフラットに、まっすぐに、素直に楽しく迎えましょう。いくぞ、いくぞ、よしか。
あその順番に5番。体を動かせたら、どんなに楽しいやろうと思って、これはダンスやみたいねって思いました。全部が終わると、彼と失礼いたしました。There's no heaven. It's easy if you try. I wonder if you care. For greater皆さんありがとうございました。ネイティブ楽しんでいただけましたでしょうか。みんなのありのままの音楽表現伝わりましたら、もう一度大きな拍手をお願いします。僕も障害を持ってて、障害があるからもダンスができないっていうなんか諦めてた時期もあったんですが、まあ、今回なんていうかこういうなんていうんですか人生、まあ、いろんな人とも出会ってなんていうかね、なかなかありのままの自分を出せたり出せなかったりいろいろあったんですが、まあ、今日はこういうネイティブっていう公演の舞台に、まあ、ご縁をいただいて、まあ、正直舞台ごとに正直もう帰りたいっていう気持ちはあったんですが、これからもね自分のありのままをこれからも出していきたいなっていうのもあるので、またこれからもよろしくお願いします。やりきったな一番私が思ってることは、正直に言うと、ノービスエヴァンにでよかったなってなんでかっていうと、ノービスエヴァンじゃなかったら、きっとこんなそうめたダンサーさんたちの舞台に立てなかったと思うんで、私、ガチャガチャで言ったら、超レアの、ガチャガチャで言ったら、超レアで、よかったなって、本当に、この3日間の公演をやり終えて、心の底から思っております。皆さん、本日は見ていただきありがとうございます。このネイティブ、来年も継続的に行う予定にしておりますので、皆様にまた近いうちに会えることを楽しみにしています。本日は本当にありがとうございました。But I'm not the only one. I hope someday you'll join us.